おはようございます。現在地は福岡県太宰府市の太宰府成町跡です。別の動画ですでに話していますが、古代日本の九州における政治と外交の中心地がここ太宰府でした。横には史跡太宰府跡というふうに書かれた石碑もあり、そのすぐ横にはこの周辺に住んでいる人はこっちの名前の方が馴染みがあるでしょう。小風呂跡です。そのように歴史的にとても重要な場所ということで、歴史に興味のある観光客が福岡に来た場合は、おそらく訪れる場所の候補に入るのではないでしょうか。ここに解説看板があります。右側が海外の方向けで、左側が日本人向けです。ちょっと読んでみましょうね。時代は奈良時代、約1300年前の日本の話です。当時の日本の中心はここ日本の都平城京でした。そこから少し離れた場所に現在僕がいる西の都太宰府があったんですが、この場所何かと言いますと、朝鮮半島や大陸に近いということもありまして、当時の中国王朝の名前は唐というんですが、ここと交易をする際にとても重要な場所でした。他にも朝鮮半島にあった渤海や新羅という国々ともここで交易を行っています。当時の太宰府の役割の一つが貿易だったのです。ここにはいろいろ書いてありますが、この頃日本の周辺で最も栄えていた国というのが中国の唐という国で、日本は何度もここに遣唐使といった施設を送り、書物や情報を手に入れて日本に帰ってきたというふうに書かれています。逆に日本にやってくる人々というのもいましたので、この太宰府には都に代わって外国からの施設を供応、つまりもてなして交易するという役割がありました。国の代表をもてなすというふうになりますと、当然ですがちゃんとした場所というのが必要になります。ということで、現在の太宰府には区画整理がしっかりと行われた都が作られたのです。さて、その横を見てみると、外国施設を迎える都というふうに書かれておりまして、外国からの施設はまず博多湾岸のつくしの室積航路館に入り、太宰府に向かいましたというふうに書かれています。ちょっと聞き慣れない歴史用語も出てきましたので、地図を使って説明しますと、かつて太宰府と博多湾は2本の道でつながっていました。といっても今見えている海岸線は現代の海岸線なので、奈良時代頃の海岸線を再現してみるとこんな感じです。さっきの看板には海外からやってきた施設がまずつくしの室積つまり航路館に入り、その後この太宰府に向かってきたというふうに書いてありました。ということで、次はこの航路館に向かっていきましょう。現在僕がいるこの太宰府成町跡から航路館に向かっていくというふうになりますと、海外の施設が自分の国に戻っていく道のりという感じでしょうか。航路館の方角というのはこの目の前の道を右に曲がった方向です。ということで、太宰府成町を後にしてかつて航路館があった場所に向かっていきます。まずは太宰府を出て昔から道があった場所をたどるようにして進んでいきます。途中道路の両脇には木が生い茂っている部分がありますが、こちらが水木です。太宰府を守る防御施設の一つ。せっかく福岡の中心地に向かっていきますので、高速に乗って海岸線を見ていきましょう。福岡の街中には便利な空港、福岡空港がある影響ですごく高い建物というのはほとんどありません。その高さ制限というのは高速道路にも影響しており、このように地下を通っていくような場所もあります。現在右側に見えているのが福岡空港の滑走路。今は飛行機は飛んでいませんが、もう本当に目の前を飛行機が通り過ぎていくという経験をすることができます。博多湾の周辺までやってきました。ここをぐっと左に曲がっていきまして、海岸線をなぞるようにして進んでいきます。ある程度進んでいくとこのような大きな橋がありまして、この橋を渡った先に見えてきますのが福岡タワーと福岡ドーム、福岡を象徴する光景です。今回は福岡ドームを過ぎてすぐにあります桃地出口から高速を降りていき、かつて航路館があった場所へと向かっていきます。映像を見てわかるかと思いますが、現在僕が向かっている方向というのは福岡の中でもすごく栄えているエリアになっていきます。つまり航路館跡というのは現在の福岡市の街中にあるんです。ということで、航路館跡がある大堀公園に到着です。大堀公園という名前から分かります通り、この公園には大きな堀があります。目の前に広がっているこれ池になっているんですが、これはかつてお堀でした。
上空から見てみると分かりやすいと思います。このように池がありまして、現在地はこちら。今では池になっていますが、かつてこの池は海でした。離れてみるとこんな感じ。今向かっている航路館のすぐ近くまで海が迫っていたということがわかるかと思います。ちなみに時代が進んでいきまして、江戸時代頃になりますと、この周辺は福岡城が出来上がり、城下町が形成されていったあたりです。そのような場所ですので、このようにお城の門やお城の石垣が現在も残されています。とはいえ、今回の動画のテーマから外れるので福岡城には向かいません。今から向かっていくのがこちら、航路館広場です。この目の前に広がっている広場のことを航路館広場と呼んでいるそうなんですが、今は何も残っていません。横にある地図を見てみましょう。現在地はこの赤い部分で、その横が航路館広場、過去平和大野球場跡と書かれています。現在は何もないこの広場には、かつて野球ができる球場がありました。球場があった頃の様子はこんな感じ。言われてみれば広場の形に当時の面影が残っています。ここには航路館跡という看板がありました。ちょっと読んでみると、航路館跡は古代の迎賓館として日本の3カ所に設けられましたが、遺跡が確認されたのはこの筑紫の航路館のみですというふうに書かれております。航路館がここにあった頃のイメージというのがこれですね。 CG で再現されています。このようなものが野球場の改修工事中の発掘調査であったことが分かりまして、現在はその遺構が保存されているわけです。広場に立って地面を見てみると、このように赤い線が引かれています。これ何かと言いますと、空中から見てみたら分かりやすいと思うんですが、先ほどの赤い線というのは四角くなっています。これは発掘調査で見つかった航路館の建物があった場所の真上にその目印として作られたものです。南の方を見てみるともう一つ線がありまして、そのすぐ近くに建物があります。建物というのが向こうに見えていますね。この建物なんですが、左の方を見てみますと、こちらに航路館跡展示館というふうに書かれています。それでは展示館の中に入っていきます。入ってすぐの光景はこんな感じ。航路館の建物の実物大の復元模型や発掘調査が行われた地面がそのまま保存されています。実物大の復元模型につきましては、ちょっとね、いびつな形をしておりますが、これは構造が分かりやすくしているようです。奥の方、今見えている部分あたりが当時のもので、これがどういった構造で建てられていたのかが分かりやすいように、これは瓦を剥がしてその屋根の構造が見えるようにしていたり、建物の柱の構造が見えるようにしていたりします。そのような構造というのは、今見えている地面の表面にあるものや、もしくは地中深くにあるもの、他にも地面に掘られた穴といったものから、ここに何があったのだということを確認していきまして、細かく研究していった結果、私たちに分かりやすいような形で展示をされているのだと思います。そもそも航路館とは何かという話なんですが、先ほど言った通り、航路館というのは古代の日本にやってきた外国の施設が一番最初に訪れる場所です。飛鳥時代の末期に筑紫の室積、後の航路館が記述として出てきたようで、続く奈良時代、平安時代には遣唐使、遣隋使の人々が立ち寄った場所として記録されています。ここに航路館の説明が書かれているんですが、結構ね、難しいことがいろいろ書いてあるんで、現代的な言葉に無理やり変換してみたら、航路館というのは外務省の出先機関として九州に出張所を作ったみたいな、そんな感じのイメージで大体合っていると思います。この周辺を発掘調査した結果、航路館というのは大きく3つの時代に分けることができるようです。オレンジが奈良時代前半の様子、青が奈良時代中盤の様子、緑が奈良時代後半から平安時代にかけての様子といった感じでしょうか。このような3つの時代の調査を行いまして CG で再現したようです。こちらが奈良時代前半のこの周辺の様子、そしてこちらが奈良時代中盤の様子で、奈良時代の後半から平安時代にかけてはこのような光景が広がっていました。現在地にはこれら3つの時代の遺跡が重なるようにして残っています。ここにやってきた海外の施設というのは、まず博多湾に入っていきまして航路館に入り、
そしてそこから伸びている道を進んでいきまして、水木の西門から太宰府に入っていきます。当然そのような人々は外交の施設としてやってきますので、その国で作った器のような特産品、他にも情報といったものを持ってきました。当時の日本が交流していた国々というのは、現在の中国や朝鮮半島にあった国々です。このような話を聞きますと、現在僕がいる福岡という場所が古代日本の玄関口になっていたということがわかるでしょう。日本が直接交易を行っていたかというと、そうではないと思うんですが、当時からいろいろな国を仲介しまして、日本という国は世界とつながっていたようです。おそらく最も有名な当時の日本からの施設といいますと、遣唐使だと思います。このような船に乗りまして、現在の中国へと向かっていったのです。奈良県の平城宮跡には実物大の模型もあります。最初のうちはこの九州を出まして、朝鮮半島の沿岸を通り、そして中国に向かっていくというルートが取られていたそうなんですが、後にですね、ルートの変更が行われまして、南側の方を通っていきまして、中国に向かっていくという風になりました。北側のルートの方が安全だったようなんですが、朝鮮半島との関係が悪化したことによりまして、南側のルートを通るようになったという風に言われています。ここには遣唐使一覧という風に書かれていまして、上の方が1回目なんですが、航路には北路ハテナみたいなそんなことを書かれていますが、ある程度下の方に進んでいきますと、途中で南路に変わっているのが分かります。日本にやってきた海外の施設というのは、ここにやってきて、やっと日本に着いたなというふうに一休みする場所、そして日本からの施設もおそらく、よしじゃあ日本を離れていくぞという場合にはここに泊まっていたでしょうから、じゃあいよいよ海外に向かっていくぞというふうに意気込んでいた場所なんでしょう。それでは航路館の展示室を出ていきます。当時はまさに日本と世界をつなぐ窓口としてこの場所が機能していました。では航路館が使われなくなった後、外交の窓口はどうなったのかという話なんですが、結論から言いますと、航路館の役割を引き継いだのは皆さんも知っていると思います。博多という場所です。ということで次は博多へと向かっていきます。大堀公園を後にしまして向かっていく方角は東の方角です。福岡の中心地は大きく分けて天神と博多という2つのエリアに分けることができます。今から天神を通って博多へと向かっていきます。今見ているのが天神の中心地とも言えるような交差点なんですが、現在の様子を見てみるとたくさんの人々が歩いていまして、車も多く通っているのが見えます。とはいえ今回お話ししているのは奈良時代頃の福岡の様子ですので、当時の様子を地図で見てみると、現在通っている辺りは海の中だったことが見えてきます。この周辺を人々が歩くことができるようになったのはだいたい江戸時代頃のお話です。ちなみに今向かっている博多に注目してみると、ここには川が流れていまして、現在博多と呼ばれているエリアは川の南側にあたる場所のように見えます。しかし歴史的に見た博多という場所はこの川の北側にあたるエリアにありますので、現在博多と呼ばれているエリアとかつて博多と呼ばれていたエリアには大きな差があるようです。さて結構移動してきました。この交差点を右に曲がった道が太白通りと呼ばれる道。この道をまっすぐ進んでいきますと、九州における JR の最大の拠点 JR 博多駅が見えてきます。こちらがその博多駅です。九州の玄関口として現在も栄えているこの駅ですが、先ほど通ってきた太白通りはここにあります。この太白通りのすぐ横には地下に入っていくエスカレーターがあり、その先にはこのような地下街が広がっています。今回用事がありますのはこちら、祇園駅方面連絡通路です。福岡にお住まいの方もなかなかここを通ることはないかもしれませんが、実はここには面白いものがあります。連絡通路自体はこんな感じで、何もないんですが、この連絡通路の入り口付近にこのような F ギャラリーというふうに書かれた展示コーナーがあります。ここには発掘調査でよみがえる古の博多遺跡群というふうに書かれておりまして、この周辺でかつて行われた発掘調査の様子、そして見つかったものというものが展示されています。現在見ているのは先ほど通ってきた太白通り。
横を見てみると博多遺跡群の発見というふうに書かれたパネルがありまして、現在まで連綿と人々が生活を続けていた博多では過去の生活痕跡は破壊されていると思われていたけれど、発掘調査で中世の博多を見つけました。展示されているパネルの中に地図を見つけました。現在地は博多駅の地下ですので、この辺り、先ほど言った通りかつての博多というのは現在地からは離れた場所にあります。さっきの地図以外にも様々なパネルがありまして、博多の成り立ちを地図で時系列順に見ていくことができます。とはいえ多くの人が Google マップに慣れ親しんでいると思いますので、これらの地図をちょっと Google マップで再現してみます。こちらが Google マップで、現在僕がいる博多駅はここにあります。こっちに向かえば東京方面で、こっちに向かえば鹿児島方面です。さっき通ってきた天神という地区はだいたいこの辺りになります。弥生時代から古墳時代頃のこの周辺の海岸線を再現してみると、だいたいこんな感じ。この頃ここに川はなかったので、ここは埋めておきましょう。さて、こうやって見てみると、現在天神と呼ばれているエリアというのは昔海だったことがわかります。この辺りから弥生時代中期の遺跡が見つかったため、この周辺にかつて人々が住んでいたということもわかっています。さて、時代が進みまして、奈良時代から平安時代の様子はこんな感じ。発掘調査によってこの周辺に役所のような建物があったことがわかっています。この頃はまだ航路館が機能していましたが、集落の跡やお墓の跡、そして港の跡が見つかっておりまして、この博多周辺が栄えていったことがわかっています。そしてさらに時代が進み、鎌倉時代から室町時代の海岸線がこんな感じです。この頃には航路館は衰退していまして、外交の中心地というのはこの博多に移動しています。周辺の施設を見てみると、たくさんのお寺が作られたり、有名な櫛田神社や住吉神社の姿もこの頃には見えてきます。ある程度現在の博多の姿に近づいてきたかなというふうに思いますが、やはりここが地面でつながっているというのが現在との大きな違いでしょう。ここに川ができたのは戦国時代頃のお話です。この辺りにあった海が突然消えましたが、この地図自体結構適当な感じで作っていますので、あんまり信用しないようにしてください。その後、安土桃山時代に秀吉によって町割りが行われ、江戸時代頃には天神周辺は城下町、博多周辺は町人の町として栄えていったという歴史があります。今お見せした地図というのはここにある展示を元に作ったものです。博多駅の地下ということもありましてアクセスもしやすいですので、興味のある方は見に行ってみてください。太白通りの真下に位置するこの地下通路は交易や外交に関する多くの遺跡があった場所に存在する通路です。とはいえ現在は何も残っていませんので地上に出ていきましょう。今でこそこのように都会の風景が広がっている博多は、大昔このような建物がなかった頃から日本の外交や交易の大きな拠点であったということが分かってきたと思います。この交差点あたりがさっきの説明の中で弥生時代頃の遺跡が見つかったというふうに言っていた場所です。そして道の右側を見てみるとお寺があります。これは鎌倉時代や室町時代にこの周辺に姿を現したという話をしたと思います。このように博多の歴史について考えた後であれば、今見えている光景も普段とは違った見え方をしてくると思います。さて、太白通りをずっとまっすぐ進んでいきました。ここの交差点を左に曲がって今から向かっていきますのは博多港です。交易の拠点としての歴史を持つ福岡の町が現在どのようになっているかを見に行きます。正面に見えているのが博多ポートタワー、ベイサイドプレイス博多に到着です。せっかくここまで来たんで、どうせならねこのタワーに登って展望台から一望してやろうというふうに思ったんですが、運悪く本日は休館日というふうになっていました。仕方がありませんので歩いて海の方に向かっていきます。この道の横には現在も博多が交易の拠点として機能していることが分かるような施設があります。到着しました。こちらが博多港です。現在も大きな船を見ることができまして、奥の方を見てみるとあの建物は食品の会社として有名な日清の製粉工場、横を見てみると穀物やセメントに関係する会社が軒を連ねています。反対側にはたくさんのコンテナを見ることができます。現在も福岡という町は交易の拠点として日本の経済の一端を担っているのです。それではご視聴ありがとうございました。